宮沢賢治作山梨。小さな谷川の底を写した2枚の青い幻灯です。1、5月。2匹のカニの子供らが青白い水の底で話していました。クラムボンは笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。クラムボンは跳ねて笑ったよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。上の方や横の方は青く暗く鋼のように見えます。その滑らかな天井をつぶつぶ暗い泡が流れていきます。クラムボンは笑っていたよ。クラムボンはカプカプ笑ったよ。それならなぜクラムボンは笑ったの？知らない。つぶつぶ泡が流れていきます。カニの子供らもポポポと続けて5、6粒泡を吐きました。それは揺れながら水銀のように光って斜めに上の方へ登っていきました。ずーっと銀の色の腹を翻して一匹の魚が頭の上を過ぎていきました。クラムボンは死んだよ。クラムボンは殺されたよ。クラムボンは死んでしまったよ。殺されたよ。それならなぜ殺された？兄さんのカニはその右側の4本の足の中の2本を弟の平べったい頭に乗せながら言いました。わからない。魚がまたずーっと戻って下流の方へ行きました。クラムボンは笑ったよ。笑った。にわかにパッと明るくなり、日光の金は夢のように水の中に降ってきました。波から来る光の網がそこの白い岩の上で美しくゆらゆら伸びたり縮んだりしました。網や小さなゴミからはまっすぐな影の棒が斜めに水の中に並んで立ちました。魚が今度はそこら中の金の光をまるっきりくちゃくちゃにして、おまけに自分は鉄色に変に底光りして、また神の方へ登りました。お魚はなぜああ行ったり来たりするの？弟のカニが眩しそうに目を動かしながら尋ねました。何か悪いことをしているんだよ。取ってるんだよ。取ってるの？うん。そのお魚がまた紙から戻ってきました。今度はゆっくり落ち着いて、ひれも尾も動かさず、ただ水にだけ流されながら、お口を輪のように丸くしてやってきました。その影は黒く静かに、そこの光の網の上を滑りました。お魚は、その時です。にわかに天井に白い泡が立って、青光のまるでギラギラする鉄砲玉のようなものがいきなり飛び込んできました。兄さんのカニははっきりとその青いものの先がコンパスのように黒く尖っているのも見ました。と思ううちに魚の白い腹がギラッと光っていっぺん翻り上の方へ登ったようでしたが、それっきりもう青いものも魚の形も見えず、光の金の網はゆらゆら揺れ、泡はつぶつぶ流れました。二匹はまるで声も出ず、いすくまってしまいました。
お父さんのカニが出てきました。どうしたい？ブルブル震えているじゃないか。お父さん、今、おかしなものが来たよ。どんなもんだ？青くてね、光るんだよ。端がこんなに黒く尖ってるの。それが来たら、お魚が上へ登っていったよ。そいつの目が赤かったかい？わからない。しかし、そいつは鳥だよ。カワセミと言うんだ。大丈夫だ。安心しろ。俺たちは構わないんだから。お父さん、お魚はどこへ行ったの？魚かい？魚は怖いところへ行った。怖いよお父さん。いい、大丈夫だ。心配するな。空、カバの花が流れてきた。ごらん、きれいだろう？泡と一緒に白いカバの花びらが天井をたくさん滑ってきました。怖いよお父さん。弟のカニも言いました。光の網はゆらゆら伸びたり縮んだり、花びらの影は静かに砂を滑りました。12月。カニの子供らはもうよほど大きくなり、そこの景色も夏から秋の間にすっかり変わりました。白い柔らかな丸石も転がってき、小さな桐の形の水晶の粒や金雲母のかけらも流れてきて止まりました。その冷たい水の底までラムネの瓶の月光がいっぱいに透き通り、天井では波が青白い火を燃やしたり消したりしているよう、あたりはシーンとして、ただいかにも遠くからというように、その波の音が響いてくるだけです。カニの子供らはあんまり月が明るく水がきれいなので、眠らないで外に出て、しばらく黙って泡を吐いて天井の方を見ていました。やっぱり僕の泡は大きいね。兄さん、わざと大きく吐いてるんだい。僕だってわざとならもっと大きく吐けるよ。吐いてごらん。おや、たったそれきりだろう。いいかい？兄さんが吐くから見ておいで。空、ね、大きいだろう。大きかないや。同じだい。近くだから自分のが大きく見えるんだよ。そんなら一緒に吐いてみよう。いいかい？空。やっぱり僕の方が大きいよ。本当かい？じゃあもう一つ吐くよ。ダメだい。そんなに伸び上がっては。また父さんのカニが出てきました。もう寝ろ寝ろ。遅いぞ。明日イサドへ連れて行かんぞ。お父さん、僕たちの泡、どっち大きいの？それは兄さんの方だろう。そうじゃないよ。僕の方大きいんだよ。弟のカニは泣きそうになりました。その時、飛ぶん。黒い丸い大きなものが天井から落ちて、ずーっと沈んで、また上の方へ登っていきました。キラキラと金の縁が光りました。カワセミだ。子供らのカニは首をすくめて言いました。お父さんのカニは遠眼鏡のような両方の目をあらん限り伸ばしてよくよく見てから言いました。そうじゃない。あれは山梨だ。流れていくぞ。ついて行ってみよう。ああ、
いい匂いだな。なるほど。そこらの月明かりの水の中は、山梨のいい匂いでいっぱいでした。3匹はぼかぼか流れていく山梨の後を追いました。その横歩きと、そこの黒い3つの影帽子が合わせて6つ、踊るようにして山梨の丸い影を追いました。間もなく水はさらさらなり、天井の波はいよいよ青い炎を上げ、山梨は横になって木の枝に引っかかって止まり、その上には月光の虹がもかもか集まりました。どうだ、やっぱり山梨だよ。よく熟している。いい匂いだろう。おいしそうだね、お父さん。待て待て、もう2日ばかり待つとね、こいつは下へ沈んでくる。それから一人でにおいしいお酒ができるから、さあ、もう帰って寝よう。おいで。親子のカニは3匹、自らの穴に帰っていきます。波はいよいよ青白い炎をゆらゆらと上げました。それはまた金剛石の粉を吐いているようでした。私の幻冬はこれでおしまいであります。琴の葉の森でのひととき、いかがでしたか？このチャンネルでは物語や詩を静かに読み継いでいます。よろしければチャンネル登録をして、また遊びにいらしてくださいね。お相手は中島莉子でした。